どうも、日本語で喋りましょうの岡田です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。皆さん、少年漫画とか少女漫画っていうのはよくアニメ化されているので知ってると思いますけど、今日は青年漫画について話したいと思います。青年漫画は少年漫画とか少女漫画と比べてすごくダークで刺激的なものが多いと思います。今日はその中でも僕が好きな作品を3つ紹介したいと思います。まず1つ目です。1つ目の作品はガンツ。皆さん聞いたことありますかね？奥弘也先生の代表作、すごく人気の作品の中の一つで、結構知ってる人も多いかもしれませんね。すごく人気なので、この漫画は映画化もされています。映画にもなっています。で、アニメにもなっているみたいなんですけど、もしかしたらアニメはそんなに人気じゃないかもしれません。僕は個人的には漫画と映画は見ましたけど、アニメは見たことありません。で、ストーリーについてですね。ガンツは、主人公は普通の青年なんですけど、その主人公が結構話の最初の方で死んじゃうんです。ちょっと主人公がいきなり死ぬ始まり方っていうのは進撃の巨人に似ているかもしれませんね。で、その主人公が死んだ後、なんか変な謎のボール、ガンツって呼ばれるボールがあって、それに取り込まれて、で、その主人公はいろいろ戦わなきゃいけなくなるっていう、ちょっと不思議で怖い SF アクション漫画っていう感じだと思います。で、この作品何が面白いかというと、いろんなバトルシーンがあるんですけど、結構グロテスクです。結構残酷な描写もあります。なので、少年漫画とかではあんまり見ないようなグロテスクな描写、すごいリアルな戦いっていうのが、魅力の一つだと思います。それから人間ドラマです。結構タフな戦いというか大変な戦いがたくさんあるので、キャラクターが怪我したりとか死んだりとかそういうのがあったり、あとは人と人とのつながり、友情もありますけど、恋愛もあります。で、もう本当に生き残るためにみんな必死なんです。なので生き残るために例えば汚い手を使ったりとか、無我夢中で戦っていく様子っていうのが普通のバトル漫画とやっぱり違うところなんじゃないかなって思います。で、次ですね。次は I am a hero っていう漫画です。これも結構人気で日本人は知ってる人は多いかもしれません。すごい人気があるゾンビサバイバルホラーっていうジャンルですね。で、花澤健吾先生っていう先生が作った作品で、ただのゾンビ漫画じゃないんです。で、まず主人公、この鈴木秀夫っていう主人公がいるんですけど、この主人公もさっきの作品にちょっと似て、どこにでもいるような普通の人なんですけど、突然この街がゾンビだらけになる中、この普通の平凡な主人公がどうやって生き残っていくかっていう話です。で、ポイントは、もちろんゾンビ自体も怖いんですけど、どちらかというと、人間の心理とか人間の怖さっていうところに、焦点を当てた作品です。で、普通の人間がやっぱりそういうゾンビがたくさんいる状況とか、極限の状況、すごく普段と違う状況に
追い込まれるとどう変わっていくのかっていうのをすごくうまく表現した作品だと思います。なかなか想像つきづらいですけど、やっぱり、目の前にゾンビが現れたら皆さんも多分落ち着いてはいられないですよね。そういうところをうまく表現しているので、結構よくある、例えばハリウッドとかのゾンビ映画とかと比べるともっと現実味があって主人公と共感できるところがたくさんあるんじゃないかなと思います。で、やっぱりゾンビって人間より強いですよね。なのでそういうところで人間の弱さとか、実際にゾンビと会ったらどんだけ怖いのかっていうのをリアルに感じさせてくれる作品だと思います。で、もちろんね、サバイバルの緊張感もすごくあって手に汗握る作品っていう感じです。もう読みながら自分もちょっと緊張して気づいたら息が止まっちゃうっていうような作品だと思います。どうですか皆さん、ゾンビ映画って普段見ますかね？結構僕はゾンビ映画ってなんか現実味がなくて普段は避けちゃうんですけど、この漫画はすごくリアルに実際に起こってもおかしくないんじゃないかって思わせるぐらいリアルな表現なので、ぜひゾンビ映画が普段苦手だっていう人にもこれはちょっとおすすめしたいです。で、あえて言うなら日本版のウォーキングデッドみたいな感じかなと思います。僕はウォーキングデッドはちょっとだけ見たことあるんですけど、この作品の方がやっぱり多分僕が日本人っていうのもあるかもしれないんですけど、主人公と共感できたので、こっちの作品の方が読みやすいなと思いました。で、次、最後ですね。最後は僕たちがやりましたという作品です。これ結構最初はコメディっぽい始まり方なんですけど、実は重いテーマが裏に隠されてるんです。で、結構これも有名でドラマにもなってると思います。で、この物語は、主人公とその友達たちが普通の高校生活を送っているんですけど、ある日ね、ちょっと悪ふざけでちょっとしたいたずらをするんです。でも、そのいたずらが思わぬ方向に行って、結果、すごい大きな事件になっちゃうんです。ただの遊びだったんだけど、このどんどん問題が大きくなって、最終的にはその自分たちだけの問題じゃなくて、もう社会に影響を与えるようなすごい大問題になっちゃうんです。この作品はやっぱり若者のいたずら心とか反抗心とかそういうのを描いてると思うんですけど、その結果、やっぱり若気の至りって日本語でも言うんですけど、若気の至りっていうのは若いから勢いで何でもやっちゃうっていうことなんですけど、そういうところとそれをやってしまった後の後悔とかその後の成長っていうのも描かれてる作品だと思います。皆さんも若い時なんか若気の至りで何か間違いを犯したりとか失敗したことってあると思うんですけど、もうそれのものすごい大きいバージョンっていう感じですね。なので元々のきっかけ、その主人公たちがやってしまったことっていうのは小さいことなので、皆さんももしかしたら共感できるかもしれませんけど、実際こういう事件を起こす確率は低いかもしれないけど、もしかしたら自分の身の回りでも起こるんじゃないかなっていうこのリアルさ、現実味がすごい、引き込まれます。結構最終的にはダークな内容になっていくんですけど、そういうのも興味あるよっていう人はぜひ読んでみてください。今日はね、ガンツ、I am a hero、そして、僕たちがやりました。この3つの漫画を紹介しましたけど、どの作品もすごい個性豊かで、結構深いテーマが詰まっている作品だと思います。それぞれジャンルは違うんですけど、共通してね、人間ドラマとかこの社会に対するメッセージ
とかが強い作品です。で、漫画の面白さっていうのは単にストーリーとかキャラクターの魅力だけじゃなくて、こういう深いテーマに触れられるところにもあると思います。なのでぜひ皆さんもね、チャンスがあったら読んでみてください。はい。ということで今日は青年漫画について話してみました。皆さんは今日紹介した作品を読んだことがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それが今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っている Patreon のサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。